はい。はい、それでは時間になりましたので、始めたいと思います。皆様、こんにちは。正則川原田と申します。本日はですね、独立 QA チーム1年戦記というタイトルで、という話をしていきたいと思います。今、ここ会場に英語の音声が聞こえてくるので、もしかしたら、僕の進行がうまくいかないかもしれませんが、頑張ろうという感じで、進めてまいります。ではまず簡単に登壇者紹介ということで、自己紹介です。川原田と言いますが、界隈ではよくマークと呼ばれているので、マークと呼んでくださるといいかなと思います。私のプロフェッションは、テスターです。テスターですけど、そうですね、QA ブレインという言い方をしています。主にエヴァンジェリストの仕事。私の会社は、株式会社グロービスというエデュケーショナルカンパニーに勤めておりまして、そこで内製開発をしています。エンジニア歴は8年。そして海外カンファレンスですね、結構好きでですね、いろんなところに行ったりしています。で、参加したカンファレンスがこんな感じの一覧になるわけですけども、ドイツであるとか、イギリス、ロシアなどですね、いろんなところのカンファレンス、主にテスト系を中心にですけども、回っています。今朝、キーノートで登壇されたジャネット・グレゴリーとも、オランダで、会っています。記念撮影をしています。世界のカンファレンスに出てですね、いろんな外国人と、写真を撮るのが私は好きなんですけども、いろんな方と会ってきました。私がここに今立っていられるのは、彼らがいろいろなことを私に教えてきて、くれたからです。彼らにはとても感謝をしていますし、また、私も皆さんにさまざまなナレッジを広めていきたいというふうに思います。そして、10番目ですね、記念すべき10回目として、今回 RSGT2021 に、登壇させていただくことになりました。また、このセッションは、日本語と英語の同時通訳が入っています。すごく、名誉なことであって、とても緊張はしていますけれども、頑張っていけたらいいかなと思います。さて、じゃあ0番目から始められますけれども、まず、問題の所在ということで、僕がここで何を話そうとしているのかというところからお話を始めていきたいというふうに思います。このスライドに関しましては、聞いている皆さん、オーディエンスは、テスターの方、もしくはスクラム実践者の方に向けています。テスターって聞くと、テストの実行者っていうふうなイメージがありますね。あるんですけれども、ここでは海外でそう言われているように、テストや品質の専門家、全部をひっくるめてテスターという言葉を使っていきたいというふうに思います。さあ、この人誰でしょうかっていうところからお話を始めていきたいんですが、ちょっと会場暗いかもしれませんが、人物の肖像画が見えますね。これ誰かっていうとですね、ウィリアム・シェイクスピアです。イギリスの文学者ですね。このシェイクスピアさんはこんなことを言っています。このままでいいのかいけないのか、それが問題だ。ということを言っています。これ日本語では、生きるか死ぬかというふうに紹介されることが多いですが、この小田島さんの日本語訳で、このままでいいのかというものが出ていて、こちらの方が僕は正しいと思っています。で、今回のトークですけど、スクラムに入るのか入らないのか、それがテスターの問題だ。というふうに表現ができると。左側の図を見ていただくと、スクラムチームっていう三角形があって、そこにテスターはどういう関わり方をしていくのかというようなところですね。ここが問題になっていると。今回のトークのテーマであると。こんな感じです。では、第1章ということで、じゃあそのスクラムとテスターってどんな関係があるのかなっていうのを、ざっと背景をお話をしていきたいというふうに思います。どっかで見たことがあるような図ですね。これは、ソフトウェア開発のウォーターフォールのプロセスの図です。
最初に上流に要件定義があって、そこから下流のリリースに向けて階段が、下り階段が表現されているというような感じですね。で、テスターというのは、伝統的にここの 4段落目、4段階目のテスティングのところにいます。そこで働いてきた人々です。製造を経てですね、出来上がったものを、テスターにテストをしてもらうと。で、そのテスターが OK だよって言ったらリリースされる。一方で、当たり前かもしれないですが、作ったものに対してテスターがダメだよ、これじゃあ、品質基準満たしてないよというと、これは差し戻しされます。リリースができません。ということで、このウォーターフォールの時代においては、やり方においては、テスターは壁であるとか、あるいは万人なんて言い方しますけども、そういった役割を担ってきました。そしてそこには時間とお金がすごくかかってきました。しかしながらですね、この時間とお金をしっかりかけて品質を高めてきた結果、今、我々がメイドインジャパンと聞いたときにイメージするような高品質な製品っていうのが世の中に出ているんです。それはつまり、日本では伝統的に製造業が強いというふうになります。高品質な製品を生み出す製造業、その背景にテスターの存在があるということは、ぜひ覚えておいていただけるといいかなというふうに思います。そして今時代はアジャイルになってきています。製造業のアジャイルという話もありますが、複雑になりすぎるので、ここでは単純化して、お話をしていきますけれども、よいしょ。テストっていうところがですね、今までは大量の時間とお金をかけて、ものすごい、プロセス、一つの一大プロセスとして動いてきたものが、スプリントの中で、消化される一つの、短い、工程になっていると。そういった感じです。なので、テスターは働き方っていうのを少し変えなきゃいけないんですね。で、正直言います。戸惑ってます、テスターは。かなり戸惑っていると考えていいと思います。で、僕なりにですね、テスターがスクラムチームっていったものに対して感じていることっていうのを、表現をしてみました。一つはですね、敷居の高さですね。どうやらなんかスクラムガイドっていうのがあるらしいぞ。2020年版があるらしいぞ、みたいな。なんかちょっと敷居の高さですね。今までの自分たちのやり方っていうのが、もしかしてなんか通用しないんじゃないかみたいな。開発者、デベロッパーズって書いてあるけど、ここの中にテスターって入っていいんだっけとか。そして2番目です。スクラムって一体感がすごいですよね。僕これすごく好きなんですけど、この一体感がゆえにですね、ちょっと仲間外れ感があるんですね。見えない壁っていうのを感じたりする人もいます。そして、テスターあるあるですけども、違和感とか不具合っていうのをたくさん見つけます。そして、それを、バシバシレポートをしていくって。そういったところになるんですけども、ウォーターフォールまでの間は、あらかじめすごくたくさんのスペシフィケーション、要件定義ですね。それがあって、それに照らしていて、で、不具合っていうふうな見つけ方をしていたんですが、アジャイルで作っていくとですね、この違和感とか不具合っていうのがどんどんさまつなものから見つかっていくと。そういったところがあります。っていうところで、一つ、テスターさん困ってるというか、どう接していいかわからないみたいな感情があったりします。一方で、スクラムチームがテスターに対して感じていることですね。まず一つはこれです。プロダクトオーナーがですね、これ特になんですけども、テストをしてもらうために、スクラムチームの中でも特に共有されているはずの背景だとか、業務知識だとかっていうのをもう一遍インプットしなきゃいけない。これ、すごく煩雑なんですね。もうみんな知ってることなのに、テスターを巻き込むためにもう一遍話をしなきゃいけないっていうのは煩雑な感じです。そして、先ほども出しましたけども、不具合報告ですね。テスターは不具合を見つけても自分で直せませんから、全部これデベロッパーの方に持っていきます。そうするとね、トリビアルな不具合報告がたくさんあってですね、もっと重要な不具合を見つけてほしいと思っているのに、みたいな。そんなすれ違いが起こってしまいます。そしてスクラムマスターの側ですね。これはもう時間のロスっていったところで、とにかくアジャイルですから、スピードが大事です。ね。そのスピードが大事っていうところに、テスターは
かなり逆行するみたいな、ところがあります。こういう話をですね、すると、テスターに怒られるんですが、ここではスクラムのイベントですから、すごく単純化してお話をしています。じゃあこれどうやって解決していきましょうか。この解決方法として、2つ選択肢があります。1つ目が、テスターが開発者としてスクラムチームに参加をしていくというところですね。テスターがプロダクトオーナーとしてって言ったら、プロダクトオーナーもう一人でいるし、スクラムマスターとしてってもおかしな話なので、デベロッパーズの一人として、メンバーとして入っていくというのが一つの方法。もう一つの方法が、独立した QA チーム、テスターで構成されたチームが、スクラムチームをチームの外から支援をしていくというやり方です。会場がもっと密だったら、こんな人いますかって手を挙げてやろうと思ったんですけど、あんまりあれなので、あんまりリアルで聞いていらっしゃる方がいらっしゃらないので、スライドを進めていきますけども、こんな感じのイメージですね、独立した QA チーム。でですね、さて先ほどの1番目の、じゃあテスターが開発者として参加するっていうやり方。これのメリット、デメリットってどんなだろうということで、ここに簡単にまとめてみました。もちろんこの他にもメリット、デメリットたくさんありますが、一例として、メリットはコミュニケーションロスを最初にできることが挙げられると思います。スクラムチームのそばにテスターがいる。そばにというか、スクラムチームの中にいるので、情報伝達にかかるコストは他のメンバーと一緒です。もちろんスクラムチームが大きくなることによって、そのコミュニケーションの、チャンネルの数が増えるので、そこは、一つありますけれども、それでもコミュニケーションのロスは最小ですと。デメリットとしては、テスターというのはスペシャリストなんです。このテストとか品質っていうところに対して、すごく深い知識を持って働いてきたスペシャリストであるテスター。これがスクラムに参加すると、ジェネラリストとして、要するにコードを書くとか、レビューをするとか、なんかいろいろあると思うんですけども、そういったジェネラリストの働きが求められるというところがあります。で、現実的に、テスト一筋でやってきた人たち、テスターとしてはたくさんいます。たくさんいらっしゃるテスターが、いきなりスクラムにポンと入って、コード書いてくださいって言われて書けるかっていうと書けません。書けないと思います。というのが、一つデメリットのところであります。じゃあもう一方、これじゃあ独立した QA チームがスクラムチームを支援するって、これどうなのかっていう話ですね。でですね、わかりやすいのはデメリットの方です。コミュニケーションのロスが大きくなります。それはそうですよね。スクラムチームっていうのに対して、もう一個別個にチームがあるっていうことで、ロスが大きくなります。ただもう一方で、独立した QA チームは、長い目で見て、品質向上っていったところを狙った、施策を打ちやすくなります。というのがメリットですね。というわけで、2つ選択肢があります。もちろんこの他にもあるかもしれませんが、今回は2つ提示させていただいて、かつ、今回は2番目の事例のお話をしていきたいというふうに思います。世の中的には1番目の方が多い気がするんです、僕。ですが、今回はあえて2番目。しかも、自分たちがどうして2番目を選択したかというところからお話をしていきたいというふうに思います。なぜスクラムチームに入らない道を選んだか。一応会社の紹介を簡単にしますね。私の所属しているグロービスという会社は、1992年にできた教育事業会社になります。で、2016年に開発部門が出来上がっていて、大規模スクラムの一つであるスクラムアットスケールというやり方を採用しています。要するにスクラムチームがたくさんあるっていうような感じですね。そして、ウェブであるとかモバイルのアプリ、または、ラーニングマネジメントシステムという分類のプラットフォーム、こういうのを、自社開発しています。そういった会社で人数は100名ほどですけれども、QA チームはどんな感じかというとですね、2019年の1月、ちょうど2年前にテスターが1名入社をしました。そして2020年の1月に今度は人数揃ったからチームとしてできるねって言って4名でチームを確立しました。
いうことですね。で、この4名っていうところから、現在は9人になってますけども、まあ、100人からなる開発組織で9人しかテスターがいないというのはちょっと少ないかなと思われるかもしれません。我々は少数精鋭ということを狙っています。日本の方はビジョナリー QA っていうので、検索をしていただけると、私の書いたブログが出てくると思います。こんな背景がありますので、いくつか問題があってですね、その理由というか、理由3つあるんですが、我々が独立した QA チームとして活動する理由1つ目、人数が少ないというのがあります。これどういうことかっていうとですね、こんな感じで QA チームがあります、スクラムチームがありますと。で、スクラムチームの方がですね、圧倒的に多いわけですね。こうなると、1人1スクラムに入ることすらできないというふうになります。そしてこれを解決するために、じゃあたくさんテスター雇えばいいじゃんと思うかもしれませんが、それも僕たちがやりたいことではないんです。2番目として、テストだけではなくて、私たちはあらゆる側面から品質に貢献をしていく、こういう QA チームになっていきたいというふうな思いがあります。ジャネットの今朝のキーノートにもあったと思いますけども、テストっていうものがあったときにですね、それって品質向上を狙った取り組みのうちの一部でしかないと。もちろん重要なんですよ。テストすごく重要なんです。重要なんですけども、一部でしかない。他にやることはたくさんあったりするんです。今、海外では、Let's focus more on quality and less on testing。テストにとらわれず、品質に集中しようというトークが出てきていたりします。ですね。なので、そのテストってだけじゃない、テスト以外にもやれることがある。そして3つ目ですが、究極的にはこれ僕たち、QA チームがいらないような組織に仕上げていきたいというふうに思っています。要するに品質保証に関すること、テストであるとか、そういった取り組みをスクラムチームだけで自分たちでできるような形にしていきたい。QA チームって別にいらないよねみたいな感じにしていきたい。というわけで、ケースです。独立 QA チーム1年生期ということで、ここからは、リアルに何があったかみたいな話を、ちょっとかいつまんで、お話をしていきたいと思います。まずですね、4つほどプロジェクトを取り組みました、1年間で。そのうちの1番目っていうのは、この課金のプラットフォームの切り替えっていうのがあります。まずここから紹介をしていきたい。ウェブやモバイルのアプリケーションを使ってますので、課金のプラットフォーム、課金のシステムというのが、当然実装必要になってきます。で、今年の初めに、今年取り組んだ、このプロジェクトでは、このプラットフォームっていうのを切り替えていくと、B に切り替えていくというふうになりました。しかし、切り替えるってことは、じゃあ完全に置き換えかなっていうふうに思うわけですけども、なんと既存の顧客は最初の課金プラットフォームを使い続ける。そして、新規のお客様は課金プラットフォーム B を使っていただくというような作りになったんですね。で、これで何が起こるかっていうと、広範なリグレッションテストが起こります。リグレッションテストといって、今回の話で言うと、この課金プラットフォーム B っていうのを追加したときに、A を使っているユーザーに影響はないかっていうことを見るテストですね。で、このリグレッションテストがたくさん必要になりました。で、そこで私たちが取った方法は2つのテストのやり方をミックスすることでした。1つ目が、開発者が作ったテストケースですね。これを使いました。そしてもう1つが、テスターが作ったテストチャーターというのがあって、こちらを使いました。この開発者が作ったテストケースを使ったテストのことをフォーマルテスティング、形式的テストと言います。先ほどの根本さんの登壇では、スクリプトテストと言ってました。で、スクリプトテストという言い方も間違いではありません。というか、ISTQB という基準の機関があって、そこで提唱している言い方です。定義されている言い方ですが、私たちは形式的テストと言っています。一方でテストチャーターを使ってテストをしていくことは探索的テストと言います。で、この2つをですね、どうするかっていう話なんですが、探索的テストっていうのが、こういうちょっとアジャイルっぽいサイクルになっています。ラーニングとデザイン、設計ですね、テストの設計、そしてエグゼキューション、テストの実行。
っていうのを、短時間で繰り返していくとか、っていうような、そういったやり方になっていきます。で、形式的テストの方ですね。一方で形式的テストの方は、テストケースをこれ開発者が作ってくれてるんですね。これなんでかっていうと、テスターがそもそもこの課金プラットフォームのオールドの仕様をちゃんと把握してないからです。要するに新しく入ってきたので、ラーニングをしなければならない。しかし、ラーニングを待っていては時間がない。といったところで、開発者が一旦、こことここを見てくださいみたいなテストケースを作りました。で、このテストケースの消化を始めました、最初に。そうすると何が起こるかっていうと、不具合が大体傾向が出てきます。バグは偏在すると言います。で、その不具合、こういう不具合が多く出ますよっていう傾向が、示されるので、それを見て私たちは、なるほど。じゃあ、もうちょっとこのあたりを深掘っていこうか。深掘りをしていこうかとか。っていうふうにしてテストをどんどん進めることができます。そうするとですね、バグがたくさん見つかるわけです。しかも比較的短時間で見つかります。ですが、このバグですね、全部レポートしてたら、やっぱりさっきの図じゃないですけども、デベロッパー、開発者は怒り出すわけですね。こんなにたくさんできないよみたいな。そこで、この図にあるように、厳選してですね、バグを報告するというやり方を取りました。それによって、この形式的テストと探索的テストっていう2つのやり方を併用して、短時間で不具合を多く出して、改善していった、品質を上げていったと、そういうやり方になります。ここまでいいですかね。2番目いきましょう。データテーブルの公開というのがありました。こちらのプロジェクトも、やっぱり広範なリグレッションテスト、広いリグレッションテストが必要でした。しかもリリースは1ヶ月後というすごく時間の制約が強いプロジェクトでした。じゃあ、こういったプロジェクトでテスターはどういうふうにテストをしていくんでしょうか。私たちが取ったやり方はこうです。スクラムの三角形のところにですね、QA チームの、がちょっと近づいていくような動きをしましたけれども、すごく距離が近いように見えると思います。密だと思います。で、このですね、密接なコミュニケーションを取りに行きました。で、これで密接なコミュニケーション、コミュニケーションは大事だよね。大事なんですけど、何を聞いたのかっていうとですね、どこまでやったら安心できますかということを、スクラムチームと合意しました。この短い期間の中で、テスターができるテストはこのぐらいですと。ところで、スクラムチームの側としてはどのくらいまでテストやってほしいですか、どのくらいまでできてると安全ですかっていったところをすり合わせていったんですね。このコミュニケーションがあって、このデータテーブル公開のプロジェクトもリリースまでに完成をすることができたというような感じです。3番目がですね、iOS アプリの大型アップデートですね。iOS アプリのアップデートですが、フェーズが2つあります。1番目がその新しいアプリの更新ですね。それと、2番目はその更新したフェーズ1のものに、Apple 課金ですね。アップ内課金っていうんですか。それを実装しました。まず、新しいアプリへの更新のところですが、これ探索的テストをやりました。探索的テストってどんなものかっていうのは、先ほど根本さんが、ET と表現されてましたけれども、お話しくださったので、飛ばしていきますけど、こんな感じでですね、その探索的テストを1週間やってみてどうだったよみたいなレポートを、作ってですね、出すということをしました。いや、ジラとかそういった管理ツールを使っている、看板を使ってるんだから、こんなの数に出して見せる必要ないじゃないかって思われるかもしれませんが、あえてこの形にして1ページで見せることによって、自分たちこんだけ動いてるよとか、こんだけバグ出てるよっていったもの、またトータルでこんだけ出てるよっていったところを透明にしたっていうところがあります。これによって、なるほど、QA チームちゃんと仕事するんだねみたいな、安心感っていうのが出来上がってきたというところになります。大変だったのはフェーズ2です。アプリ内課金
を実装したことがある方は、先告ご承知の通りですが、サンドボックスと言われるものを使います。でこのサンドボックスですけども、Apple が公式に提供しているものですが、これがですね、すごくバグに満ちている、不可解な挙動を見せるというところがありまして、このサンドボックスを使ってテストをしますと。不具合が見つかりました。なんかこうちょっと挙動おかしいです。このおかしいのは、コードがおかしいからか、このサンドボックスがおかしいからかっていうのが、区別がつかないんですね。テスターは区別がつかない。そこで、独立 QA チームがどうしたかというと、やっぱり近づいていくわけですね。ここで距離を詰めて密接なコミュニケーションを取っていくんですけれども、この矢印はね、サンドボックスの方に向けています。すなわち、解決すべき課題、今回の場合はサンドボックスの不安定さなんですけども、それに対して、スクラムチームと QA チームで一体となって取り組んでいきましょうよというやり方をしました。要するに距離を近くしたんですよね。距離を近くしました。というふうにして、3ヶ月ほどのプロジェクトになってしまいましたが、クリアすることができました。4番目はですね、ちょっとプロジェクトとは少し、違った観点で、組織への貢献というところで見ていきたいと思います。スクラムアットスケールというやり方があります。こちらにいらっしゃる方に、このスクラムアットスケールの説明をするのは、馬の耳に念仏と、じゃねえや、釈迦に説法というやつですか、になりますので、説明を省きますけれども、大規模なスクラムの、手法です。で、ここでですね、スクラムアットスケールには、スクラムマスターのサイクルっていうのと、プロダクトオーナーのサイクルっていうのがあります。ここで、スクラムマスターのサイクルっていうところへのテスターの貢献としては、共通の完成の定義、これを、作っていきましょうよっていうふうにリードしました。実は、大規模スクラムって、それぞれのスクラムの中で完成の定義を独自に作っていくと思うんですけども、共通した定義っていうのがないと、とあるスクラムチームの完成の定義っていうのはすごくレベルが高いのに、とあるチームのはすごく品質にあまり、エネルギーを割いていないみたいな、形になることがあります。ですので、共通のみんなが誰でもこれは守れるよねっていうような、ボトムラインを制定しました。それは、私がリードしてやりました。そして、スクラムマスターが、毎日デイリーで集まるミーティングがあるんですが、そこの、スケールドデイリースクラムというイベントで、テストとか品質に関するお話を、観点からですね、そういったお話をすることが、非常に多くありました。そんな感じで、スクラムマスターに対して、情報提供とかをしていきました。一方で、もう一方は、プロダクトオーナーのサイクルっていうのがあります。で、こちらでは、プロダクトオーナーやステークホルダーが集まる、会議の中で、ユーザーストーリーがこう示されるわけですね。そのユーザーストーリーに対して、これ品質的に大丈夫なのかなみたいなところからの、角度から、レビューではありませんけども、チェックを、してきました。特に受け入れ条件というところに対するアプローチっていうのが強かったかなというふうに思います。特にやっぱり、受け入れ条件というところで品質という部分にあまり、目を向けていないユーザーストーリーも多いので、そこに対して、一つ二つポイントを追加していくっていうことを、していきました。というわけで、4つ並びましたけれども、こうやって独立 QA チームとスクラムチームが協業してきています。その秘訣は何でしょうか？何だと思いますか？卓越したテスト技術ではないんです。探索的テストは大事です。しかし、探索的テストが、できたから我々が協業できた、うまくコミュニケーションが図れたかっていうとそうではないのです。やはり鍵は丁寧なコミュニケーション。これが、目をそらしてはいけない部分かなというふうに思います。これは私たちが1年間かけてたどり着いた
結論になります。現在のことをお話ししましたので、未来のこともお話をしていきたいというふうに思います。次ですね、私たちどういうふうにやっていくかというと、これを考えています。品質に対するチーム全体アプローチというのにトライをしていきたいというふうに思っています。具体的な手法ですけども、スクラムチームが自分たちで成果物をテストできるように支援をしていくというふうな考え方です。モダンテスティングという考え方があります。今朝のジャネットの基調講演にも出てきましたけれども、このモダンテスティングというのは、アラン・ペイジとブレント・ジェンセンという2人が、提唱しているものであります。で、そこのミッションがですね、出荷できる品質への到達を加速させることというふうなのがありまして、そのための7原則っていうのが、このように示されています。先ほどジャネットは5番目の顧客こそ品質の評価者といったところに、フォーカスを当てていましたけれども、私は今回、7番目のテストはチームに変えるっていうところをピックアップしていきたい。これ何か書いてあるかというとですね、テストスキルやノウハウをチームに広めようっていうふうに言ってるんです。そうすることで、専属のテストスペシャリストの需要が減ったり、なくなったりすることになると分かっていて、それでもだということをこの7番目で言っています。品質の責任は誰にあるかというとテスターではないんです。スクラムチームにあると。ちなみにザ・ホールチームアプローチに関しては、リサとジャネットも、彼女たちの著作の中で、展開をしています。僕はこの中では真ん中のモアアジャイルテスティングが一番このホールチームアプローチに、のことを、詳細に語っているので好きなんですけども、残念ながら日本語訳されてないというところがあります。ところで、アジャイルテスト4現象、アジャイルテストの4象限というのが、彼女たちの著作で紹介されています。先ほどの基調講演でも出てきてますけど、これですね、私昔から疑問があってですね、これ、第一象限がですね、ここにあるんですよ。一番左下にあるんです。だけど、数学的には、右上から始まるじゃないですか。っていうので、なんでこれ左下から始まったのみたいな。で、僕これずっと疑問なんですけど、どうも、日本語で出ている実践アジャイルテストとかを読んでも、左下から始まることの理由を説明してないんですよね。っていうので、誰も疑問に思わないのかなというところがあります。緩和9題。何の話したかというと、品質に対するチーム全体アプローチ、これをやっていこうよというようなお話でした。こんな感じのイメージです。独立テストチームがあって、スクラムチームがあります。いやー、QA チームのテストを通すことなんて DOD に書きたくないなーって、スクラムチームが思っているわけです。そんなことは直接テスターには言いませんけど、完成の定義っていうのは自分たちの中でちゃんと収めていきたいっていうスクラムの思想からすると、QA チームのっていうふうに他力を使うことは入れたくないはずなんです。で、嫌だなと思ってる。そこに対してテスターがぴょんぴょんと出てくるわけです。スクラムチームさん、ご自身でテストができるようになりたくはありませんかと。もしそのつもりだったら、QA チームがテストのやり方を実践でお伝えしますよと。そうすれば、スクラムチームが自分たちでテストができるようになりますよみたいな。というところで、こんな感じの階段をイメージしてください。1段階目。テストは、QA チームがほぼ全てリードし、今の現状ですね。普通の現状です。手法などをスクラムチームと共有をしていくという1段階目。で、これで、このスクラムチームと共有していくっていうのは大事なんです。できるようになってほしいので。で、2段階目で、スクラムチームがテストをリードをし始めると。で、そこに対して QA チームがレビューとアドバイスをしていく。これが2段目です。まだこれ、スクラムチーム単独ではなかなか上手に動けない。
で、それなりにスクラムチームがテストも含めたサイクルをすべて、ほぼすべて実施し、QA チームが出てくるのは、専門的な知識が必要な、難しいテストなんかの時に支援をしていくと。これ3段階目。最終段階が、スクラムチームが QA チームの手を借りずにテストを行い、リリースをしていく。っていうのが、このスクラムチームがテストができるようになるまでの、段階になります。で、これを QA チームいらずへの階段というふうに、私は名付けました。さて、ではもう、わーっと話しているとですね、最終章を迎えることになっているわけですけれども、少し早く話しすぎたかもしれませんね。大丈夫ですか？ついてきていただいてますか？第5章です。ここまでのまとめをお話をしていきます。一つは、品質を高めるためにですね、スクラムテスターを入れるか否かという問題への絶対的な答えっていうのはまだ存在しないよと。これは最初にお伝えをした通りです。ですので、入れるか否かということで、2つの選択肢っていうのを提示をいたしました。そして、その提示した2つの選択肢、このうちですね、2番目のものに対しては、私たちが、グロービスの独立 QA チームが実際に1年間やってみました。皆さんにはその結果と分かったことを共有をさせていただきました。大事だったのは、卓越したテスト技法や技術ではなく、丁寧なコミュニケーションであると。当たり前といえば当たり前なんですけれども、そういう答えに1年間かけて私たちはたどり着きました。そして3番目ですね、プロダクト品質の担保はスクラムの責任であると。これはジャネットもさっき言っていたことと同じことを言っています。ですから、独立 QA チームがいなくても自分たちでテストできるようになっていきましょうよという問いかけですかね。というわけで、今こそすべてのテスタースクラム実践者に問います。2つ選択肢があります。テスターが開発者としてスクラムチームに参加をしていく。一方で、独立した QA チームがスクラムチームを支援をしていく。あなただったらどう考えますか？ぜひですね、このお話、皆さんの周りのテスターやスクラムの実践者に広めて、お話をしてみてください。皆さんの自分の会社の、同僚の皆さんは、もしかしたらあなたとは違う答えを持っているかもしれませんし、テスターの人は、この話を、スクラムの実践者の方に聞いてみて、テスターの持っている考え方とちょっと違うなとか、ここは合ってるなとか、そういったコミュニケーションを取るツールにしてください。左がやっぱりテスターがね、スクラムチームに参加しなきゃダメだよっていう考え方の方もいらっしゃると思いますし、いやいや、今の話を聞くと、独立した QA チームも捨てたものではないなっていうふうに思う方もいるかもしれません。どっちが正しいかではありません。今回のこのお話が、テスターとスクラム実践者が手を携えて、より良い、プロダクトを世の中に送り出す、その手助けができたら、幸いです。ご清聴どうもありがとうございました。あと5分もありますので、質疑応答をしたくないのですけれども、何を突っ込まれるかわからないので、質疑応答をちょっとしたくないんですが、聞こうかなと思います。どのようにいたしましょうかね。まず、会場から何か質問をしたいという方いらっしゃいますか？はい、お願いいたします。はい。ちょうどうちの会社でも、今までスクラムチームで CI とか実装してたんですけど、
なんせ開発者、テストの知識知らないんで、やっぱりちょっとテストケースの作りが甘いっていうことで、一応大きな会社なので QA チームいるんですね。ウォーターフォール的な。で、そこと一緒にやっていこうと思って試行錯誤しているところなんですけど、僕たちは一応その2週間スプリントでリリースをしてるんですよ。で、僕もちょっとなんかこの独立 QA チーム的なのがいいかなと思っていて、人数がいないので、テスターさんの。ただ、その時に、そのスプリントにおけるテスターの関わり方というか、スケジュールってどういうふうになるのかなとか、例えば、スプリントプランニングに参加しますとか、っていうのをなんかちょっと、どういうふうな経験的な、うちはこうやってるよっていうのがあれば、なんか共有いただければ。そうですね。はい。ご質問ありがとうございます。そうですね。スクラムガイドによると、そのスクラムのイベントの中で、外部の専門家を招いても良いイベントみたいなのが、確か定義されてたと思います。プランニングでしたか。レビューなんか必ずステークホルダーと一緒にやると思うんですけども、そういった、イベントがあったと思います。個人的な経験談で恐縮ですが、Android のアプリ開発をしていたときは、スプリントプランニングですね、まさに。それには、独立 QA チームから2名が、毎回参加をしていました。で、そこで少しずつ信頼を築いてっていうところもあって、いまだにリリース前のテストに関しては、Android に関しては、QA チームが一部テストをさせていただくというようなところになっています。ゆくゆくはそれもね、私たちではなくて、スクラムチーム自身にやってほしいっていうところはあるんですけれども、おっしゃった通りですね、スプリントプランニングっていうところが一つ効果あるかなって。ありましたという感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。他の方でいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。おそらくですね、オンラインの方っていうのもきっといらっしゃるんですよね。オンラインの方の質問とかっていうのはどうやってこれ見たらいいんでしょうかね。はい、Zoom で発言していただければ結構ですということですので、どなたか、質問がありましたら、マイクをオンにしておしゃべりください。すみません、いいですか。はい、こんにちは。こんにちは。もうすごく簡単な質問なんですけど、はい、外とか内とかっていうことだけじゃなくて、QA チームが隣にいる、QA の人が隣にいるっていう状態は、外か内かどちらに入るのかみたいな。簡単な質問っていうのが一番答えづらい、そうですね。そうですね。肩書き上は QA チームとスクラムチームでちょっと違うんですけど、現場の心情的には、やっぱり一つのチームです。ですよね。はい。という、そうですね。だから今回のお話で、密なまでに近づけみたいな話をしたと思うんですけど、やっぱりそうですね。ほぼゼロ距離みたいなところまで行くんじゃないかなみたいな、ふうに、思います。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。さあ、残り40秒だ。他に質問はありますか？なければ、この残り30秒を残して、このセッションを終わりにしようと思うんですけども。このトークは、ちょっとスライドの数がですね、72枚あってですね、私もちょっと早口で喋らざるを得なかったというところがありますので、もうちょっとこいつの話を聞いてみたいな、個別で後で話を聞いてみたいなという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ディスコードでも、どこででも、捕まえてくださればと思います。@MKWRD もフォローしてください。はい、それでは終了いたします。ありがとうございました。